はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月9日の日食から4月末までの流れをタロットでもう少し細かく見てみたいと思います。前回4月5月6月のね3ヶ月分の動画で大体の流れが分かったと思うので、その流れが分かった上で今を集中して過ごせるということで4月のことを見てみます。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。4月です。4月9日以降ですね。はい、エンプレス逆、女帝逆とソードの10、そしてお月さん、節制逆、ペンタクルスキング、ワールドの逆、そしてタワーの逆。気をつけることや対策はワンド5と太陽とオラクルはカップの3です。イエーイって感じ。前のね3ヶ月分の時も言いましたけれども、やはりなんか止まってるように見えて実はちゃんと船は流れてるよとか、自分はなんかできてないような気がするかもしれないけどさほど周りは否定してないよとか、そういった認識のギャップっていうものがちょっとあったかと思うんですね。でこういうのってカードのリーディングを見たり、自分が朝なんか例えばちょっとストレッチとかして気持ちよくなったら、あ、そういえばみたいな感じでパンって意識ってすぐ変わるし、意識が変われば見える現実世界って本当にすぐ変わるので、いくらでも心地よく過ごせるんですね。それを前提としてお話しさせていただきますが、やっぱり自分で自分を心地いい形に保持する努力をするのがいいなと思いました。誰かが自分を楽しませてくれるとか、運勢が自分を喜ばせてくれるとかではなく、自分で自分を最大限に喜ばせてあげようとか楽しませてあげようっていう意識で過ごしてると、とっても楽しい面白いこの流れを進んでいけるなって感じで、この今のこの流れって本当にね、双子座の皆さんは楽しそうだったじゃないですか。一瞬ちょっとしゃがむけどその後のジャンプが大きいみたいな感じの流れでしたね、3ヶ月分が。でこれ4月だけで見てもやっぱりなんとなく喜びはあるし嬉しいこともある。でもその喜びや嬉しいことに自分の意識をごまかしてなんかちゃんと自分を見ないようにしているっていう感覚もちらっとするんですね。でそれなぜなのかっていうと、何か皆さんもう感じてらっしゃるんじゃないでしょうか。なんか来るみたいな、何が来るんだろうみたいな感じを感じてるのかもしれないし、こうなったら嫌だなって思うなんか望ましくない未来みたいなものを自分が勝手に恐れてるのかもしれませんね。ただカードで見るとちょっとね、要するに楽しんでいいのに、全然楽しんでいいし今もうまくやっていこうとまたできるのに、何かその自分の不安なことを覆い隠すために過剰に何かをしてませんかって感じがしたんです。要するに本当は嬉しい楽しいだけで終わるところを、もっとその不安なこととかを感じないためにもっとその喜びを増やそうとか、もっと楽しんで自分を盛り上げようみたいな感じが過剰すぎるとそれはちょっとマイナスに出るので、そこだけなんですね。例えばちょっとお酒の話をさせていただくと、お酒を飲んで心地いいなっていう状態になる方多いと思うんですよ。しんどくなる方もいらっしゃると思いますけどね。でその心地いいなっていう状態で収めとけばいいのに、なんかこの状態をずっとキープするためにはもっと飲まなくちゃいけないみたいな感じで過剰に飲んでしまうとか、そういった感じなので、今この喜びを感じるためにはもっと自分には何かを買わなければいけない、ショッピングしなければいけないって言って必要なものを揃っているのに買いすぎてしまったりっていうようなことがあって、でそうしてしまってる自分をまたどこかで責めたりとかしてませんかって感じがあるので、少しね頑張って自分をいい状態にキープしようと思うがあまりに過剰になっていることに注意っていうのがまず一つですね。そして今この4月の9日から、特に4月20日ぐらいまでっていうのはちょうど自分の未来がちらっと垣間見えるとか、こうなったらいいなみたいなことを感じるんですよね。でも感じるけれども同時に彗星の逆行もあるので、いやそれはどうのこうのって自分の頭の中でぐるぐる答えや状況っていうのを思い描いて考えてしまうっていう風になりやすいんですけど、それは自分の頭の中で起こっていることだから気をつけてねと。で実際にはすごくいい橋がかかろうとしている、その一瞬ちょっと見える自分の未来の想像っていうものはすごく自分を楽しませてくれたりとか、すごく自分を喜ばせてくれるなんか期待があるっていうものもあれば、
その期待を絶対なくしたくないからなんか過剰に頑張っちゃうっていうのもあれば、でも実際の流れとしてはやっぱり十分頑張ってるって感じがあるんですね。十分自分の実力や価値っていうものを提供してますよっていうのがあり、それをご自身でも自負されてるんじゃないかなと思うんですね。頑張ってる、よくやってる私みたいな。でそれはとてもいいです。でこの流れ、これで十分うまくいってるんですけれども、その後ですね、4月の20日以降って少し双子座の皆さんってちょっとこう違うところに行くとか、ちょっと自分を緩ませるみたいな期間に入りますよね。でそこで急にここまで頑張ってきた自分っていうものも全て台無しにしてしまうかのような感覚になりそうだったので、そこは注意してください。例えば何かを頑張るって言って仕事でもね、資格を取るために一生懸命頑張って勉強したと。だけどこの4月の末ぐらいにやっぱりちょっとこれは今すぐじゃなくていいかなって、3ヶ月後でもいいかなとかもちょっと置いとくとしますね。でその勉強をちょっとお休みしてちょっと旅行に行くとか、なんか自分へのご褒美をすると。そうすることによってなんかまるでここまで積み上げてきた勉強を全部なくしちゃったかのような気持ちになるかもしれませんが、それはなくしてないんですと。そこまでやった努力や経験や自分が培ったものっていうものは決してなくしてないので、全部壊れてるわけじゃないっていうことを覚えておいてください。なんか4月の末ぐらいに自分が違う世界に行ったらもう全部終わりだみたいな感じに、なんか0か100みたいな感じでなりそうだったので、消えてませんからね、ここまでやったことはきれいにちゃんと努力や経験や感動したことを感じたことっていうのは自分の中になってるのちゃんとあるっていうふうに思っておいてください。まああまりにもここまで無理して頑張ってきたっていう方はやっぱりここでちょっとストップするんでしょうね、自分の行動を。いいですよいいですよ。なのでまあ本当注意することっていうのは、本当に全てが台無しだとか、もうこれで全部終わりなんだみたいな感じには決して思わないでください。ここまでやったことっていうのは消えてないし、むしろですよ、4月の20日以降少しお休みされる方がいいんですね。十分に今は光を浴びてくださいみたいな感じのカードが出ているんです。でご自身の意識の中ではもうあれもしなくちゃいけない、これもしなくちゃいけないみたいなのがあったり、もっともっとなんかそれで自分を責めたり、もうこれ以上は無理なんですみたいな、体は持ちませんっていう感じかもしれないんですけど、だからこそ4月の末からは、末って言っても本当はね4月の20日以降いいんですよ。いいっていうのは7月の20日以降過ぎたらもう手放してねとか、休みに入ってねって言いたいところなんですけど、皆さんそれぞれの状況があると思うので、それはそんないきなり休めないっていうのはあると思うけど、じゃあゴールデンウィークはゆっくりするとか、そういう感覚でもいいです。でその時にゆっくりとね光を浴びてくださいと。自分に届いている恩恵をゆっくり感じてくださいと。そのやらなければいけないことっていうのはちょっと横に置いて感じてみてくださいと。でそこでちょっと保留にしたりとか休んだりすることで全部が消えるわけじゃないから、それは全然安心してくださいと。そして何よりもこの4月に言われていることっていうのは、本当にねご自身は気づいてないかもしれないけどちゃんと達成してるんですよっていうのが出てるんですね。これは自分一人ではねおそらく気づけないんだと思います。自分のことは客観的に見れないというか。だけどその友達とか知り合いとか一緒にやってる人たちは自分のことをちゃんと評価してくれてて、ああよかったね、やっぱりそれでいいんだみたいな、そういった達成感というものをちゃんと感じられるので、できたら意識的にじゃあ4月の20日までに頑張って、それ以降は自分へのご褒美の期間にしようみたいにしてもいいということです。でその前回の3ヶ月の時に言った4月21日のね、何かこう自分の枠を超えて発展していくっていうものがバックグラウンドで起こっているので、双子座の皆さんの場合何かそれでちょっとびっくりするような変化、ってびっくりするようななんか環境の変化みたいなのもあるかもしれないけど、でもそれこそが自分がこの環境が変わっていくっていうことお知らせなんだなとか、それによって自分はどういう立ち位置でいたらいいのかなっていうのを考えるってことなんですね。でその時にガンガンに推し進めるというよりはちょっと引く、自分は今光を浴びていたいんだと、なんかめちゃくちゃ身を粉にして頑張るというよりはゆっくりとした温かさの中にいるっていうことを覚えてそれを選択するようにしてください、4月の末以降はね。でそうしてるとそれだけできちんと達成できるものがありますからっていうのがメッセージでしたね。興味深いですね、これはとても。
はい、なのでお仕事はおそらくすごくいい話が来そうな感じがあります。でもそのすごくいい話なんだけど、それを受けてやるにはまたすごく頑張らなきゃいけないみたいな、そういったプレッシャーがあるのかもしれないし、やりますと、受けますと、だけどちょっと待ってくださいみたいに、ちょっと一時保留になったり、話がまだ2点3点するのかなって感じがあるので、早とちりせずにゆっくりと構えて待つっていう風にしたらいいかなと思います、お仕事に関しては。そして人間関係は新たな人と新たな人と関わっていくのではなく、すでにある関係性の中で喜びを味わえる人と味わってねっていう感じがあります。そうですね。なので一番言われてることはやっぱり、ご自身がここまで積み上げてきたもののね、頂点というか、頑張ったいい、いわゆるこう自分が頑張ってきて到達したところの景色を楽しみ、それを十分味わって、じゃあそこからちょっと外れましょうか、次のところに行きましょうかって言ったら、その達成したものなくなるわけじゃないのでねっていうふうに言われてて、次のシーンが始まるだけなんですよっていうのがメッセージです。ちょっとね、最後にちょっとオラクルカードも見させてください。はい、綺麗なカード出ました。フリーダムということで、このカードを見て何か感じることがあれば、それも双子座の皆さんへのメッセージだと思うので、ご自身で受け取ってくださいね。そしてどんなメッセージを受け取ったのか、よかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。これまさにこう鳥かごの中から扉が開いて自分が羽ばたいていくよっていう、自由になっていくよっていう時なので、もしかしたら何か環境が変わったなとか、ちょっと違うなっていうのは、いつでもそこに戻ろうと思ったら戻れるんだけど、自分は今新しい世界を見に飛び立ちたいんだっていう感覚で行くんでしょうね、きっと。だからこそここでもっと光を浴びていいんだよって言われてるような気がしてました。はい、ということで今回はここまでにしておきたいと思います。また次回ね、4月の末ぐらいに5月のものをアップします。ということで、ぜひ楽しい豊かな時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。